皆さんこんにちは。こんにちは。神対チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。神との対話はとても実践的で役に立つ教えです。ぜひ今日も聞いていってください。はい。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日のテーマですが、神と対話するという、こういうことです。前回は、ワンネスということで、自分の内なる神性というものがこれが神であるという話を聞きました。で今日はこの神性と付き合う方法、どうやって神性と付き合っていくかという、そういう話になります。さあそこでですね、普通の人が神と対話できるはずがないのではと、こういうのが素朴な疑問になります。で著者のニールさんは、自動書記で神と対話して本を書いたわけですけど、同じことは普通の人はできるとは思えないのですけれども、神との対話の神様は、誰でも神と話ができるよと、そういうふうに言ってるわけですよね。そして神と対話するという生き方を進めています。もう神というのはもうお友達みたいなものだと、そういう話ですね。でそれをですね、そこのところをもうちょっと腑に落としたいんですが、こういう一文があります。神との対話の完結編の中に、ニールさんが、私が対話しているのは本当は源の神様じゃなくて、高度に進化した存在なんじゃないですかと聞いたら、そうではないと、これは神性が宇宙全体で表現されるもっと大きなプロセスの一部だという話をしています。ちょっとこれのですね、これがとても重要で、今日の話のベースになりますので、ちょっとここを少し確認しておきたいと思います。これちょっと絵で描きました。この真ん中にあるのが神性です。エッセンスの領域にある神性。で神性っていうのはこの間の話によると、集合意識、神意識、集合意識の一部が個性化した存在が、自分なんですけど、このエッセンスの世界のいわば投影された世界が相対性の世界で、我々が今住んでるこういう世界が相対性の世界なんですけど、相対性の話についてはまたいずれ詳しくお聞きしようと思ってますけど、でこの中で神が肉体化して表現されているもの、この神性を表現しているものが我々なんだっていう、そういう理解ですね。全くそれで大丈夫です。で神と対話するっていうことは、このプロセスなんですと、そうです。いうことですね。自分の内側と対話するってことです。そうです。だからどこか外にいる神とか、こうチャネリングで高度に進化した存在と話するっていうことではなくて、じゃないです。自分の内側にある神性で、それが宇宙とつながっている、宇宙全体の一部であるから全部とつながっている内面と対話するという、そういうことです。そういうことです。だから誰にでもできるってことです。それでですね、今日の話の流れはこうなります。神は常に答えている。神との対話は自然なこと。それは本当に神からのメッセージですか？自分と宇宙を進化させる、そういう仕事なんです、これは。そうですね。ということですね。でまず神は常に答えているっていう話です。これはまず呼びかけないと神様は答えてくれないし、でも呼びかければ必ず答えてくれる。必ず答えてくれると思います。だから常に、自覚的に神と付き合うってことが大事だと。そうですね。いうことですね。この対極とか課題とかってちょっとここに書いてあるんですけど、これはまたいずれ動画でご説明しようと思いますけど、普通のスピリチュアルとか宗教でいうと、霊性の進化っていう話ととても関係があるわけです。
そうですね。神と対話するってことが、はい、それでどのようにして神との対話をするのか、神との対話の構造をですねちょっと図解してみました。で、この四角内が神への呼びかけになります。神というか実際には神聖への呼びかけで、そうですね。でそれに対して応答が来ます。神から応答が来ます。でそもそもこの呼びかけるためには何か思いつくことがあるわけですから、この思いつく時に神から来ることもあります。そして、神でないものから着想が来たり、神でないものから答えが来たりすることもあります。これはよくあることですね。よくありますね。スピリチュアルでよく言われています。でこの中でですねまず、この神からの回答っていうのはどういう形で来るかっていうのをちょっと確認していきたいと思います。でこれがそれで、神からの答えっていうのは、特殊なものではなくて、空気を吸うとか、睡眠とるとかって同じような自然なものですと。そうですね。言葉、思考、感情、体験っていうものを使われ、体験が最も確実で言葉が一番曖昧で不確実と。でちょっとこれをもう少しですね詳しくちょっと説明をお願いしたいんですけれども。ですねやっぱりまず神様が一番使うツール、先ほどの絵でいくと体験から説明しますね。体験、体験っていうのは体験を通して直感的に私たちは物事の本質を知ることができるってことです。だから神様は私たちの体験を通して神の心情を伝える。で、漠然と体験してるわけじゃなくて、その体験自体が神様からのメッセージである、そういうことなんです。そこに気づくかどうかはその人の意識次第ですけど、神は体験を通して神の心情を伝えている。その他に高橋さんが体験できて私が体験できないこともあるから、だから体験の以外に次に出てくる感情、思考、言葉、この3つをツールとして神の心情を伝えてくるってことです。で、感情の話を今度はします。神が言ってる感情ってのは私たちが感じる感情の中でも上辺の好きとか嫌いとかそういうふうな思いや感じたものではなくて、例えばコンサートに行って心にビンビン響いてきて、でなんか涙があふれるぐらいの思いをするとか、あるいは大自然の中に身を置いた時に身震いするほど心が感動してる、あの感覚です。あれが神からの直接の心情を受け取ってると思います。つまり言い換えると、神として体験してるっていうことになりますよね。だから自分が喜んでるってことは神様も喜んでる、もうそこに直結します。あとですね、なぜ感情を神が使うかっていうと、感情っていうのは例えば喜んでるとか悲しんでるとか、それから嬉しい時とか怒ってる時とか落ち着いてる時とか焦ってるっていろいろあるけど、その全てが今時点でのその私の心の状態を正確に伝えてくれるから、感情は嘘がつけない。だから感情を通して神の心情を伝えていると思います。で、感情の中でも神がまたもう一つ指針を与えているけど、最も深い感情の中に最も高い真実が含まれているというふうに伝えてくれています。それが感情です。思考っていうのは私たちが抱くイメージとか、あと画像です。思い浮かんだこととか絵とかサインとか、そういうふうなものを通して神は神自身の心情を伝えています。で、思考の場合はですね、思考でもいいし精神でもいいんですけど、私とは何者かってのを探求するエネルギーでもあります。それからざわざわした状態でなくて静かな場所に自分の身を置いている時の穏やかな精神の時に神のメッセージを受け取ることもできます。あと言葉です。言葉は神様は一番最後に使うツールです。なぜかというと、言葉は
言ってることと内側の思いが一致しないことが多いから。例えば私はあなたを愛してますと言いながら、この人お金いくら持ってんだろうとか、結婚したら自分は幸せになるのかなとか、いろいろ打算しながらも愛してますって平気で言えるから。つまり言葉はごまかしが効いたり嘘を言えるから、だからすごく曖昧で不確かなツールだから神はあまり使わない。でも一方で、もし私自身が自分に誠実で正直であれば言葉は役に立つと思います。そういう意味では。はい。はい。以上が大体神が自分の信条を伝える4つのツールですね。はい。これらは、はい、我々の普通に使っているツールなので、はい、神に対して問いかけをしたときにこういう形で答えが来るので、はい、それに注意深くしていると、はい、そしてそれが神から来たのか、それとも神でないものから来たのかについては、見極める、はい、チェック項目があるということなので、はいはい、大切なところですね。それが、はいはい、これですよね。そうです、はい、こういうことに注意すればいいということですね。はい、これはですね、簡単に説明すると、最高の考え、それには喜びを伴う。なぜかというと、神は喜びの感情だから。それから曇りのない言葉、それには真実が含まれる。なぜなら神様自体が真実そのものだから。そして最も偉大な感情、それは愛である。これはもう神様は愛そのものだからってことです。で、この喜びと、それから真実と愛ってものが含まれたメッセージが神から来たメッセージだってことです。はい、わかりました。はい、はい、それでですね、はい、この神との対話、はい、神と対話しながら日々の生活を生きるということは、はい、実は先ほどの話ですと、はい、神である自分ですね、神性を宇宙全体で表現する、していることなんですけれども、はい、それは実は神と同じ力を人間は持っているので、そうですね、その力を使って表現するという、はい、そういうことです。そういうことですよね。はいはいはい、ですからその力を意図的に、使うことが必要なんですが、はい、それがこれですね。はい、でこちらの絵をちょっとご説明しますと、はい、まず内なる神、これが神性です。はい、そうです。でここからの、渦きがあり、この神のエネルギーを積極的に活用しようっていう意思を、明確な意思を持って、はい、この創造エネルギー、優しい知恵のエネルギー、純粋な愛のエネルギーというものを起動させる、これは神に頼むわけですね。これはね。そうです。はい、神様はこちらがお願いしたことはいい悪いの判断なく全て、そうだねと言って、実現してくれる。そうですっていうふうに神様が言っていますと。で我々はそれを使って、愛の具現化をする、自分の個性の表現として、この世界に、ものを生み出し、あるいはエネルギーを生み出し、活動して愛の具現化をするということが、これが神が神性を宇宙で表現するプロセスだと、こういう理解ですよ。そうですね。でこの創造エネルギー、優しいエネルギー、純粋な愛、これについてちょっともう少し。はいはい、ですね、まず3つの聖なる力っていうのは今高橋さんが説明されたように、その1つが神の創造エネルギー、2つ目が優しい知恵というエネルギーで、3つ目が純粋な愛というエネルギーです。で順番に説明すると、まず1の創造エネルギーっていうのは、全員がですね、まず私が思うこと、私が語ったこと、私が行動したこと、この3つを有効利用して望む自分の人生を創造していると思います。で2番目の優しい知恵、このエネルギーをうまく使うことで物事の本質を見極めるときに、このエネルギーに含まれている洞察力とか観察力とか英知、賢い知恵、それを私たちがうまく利用することができると思います。で純粋な愛というエネルギーを使うってことは、愛っていうのは神体ではたくさん表現されてるけど、
なるべく簡単に説明すれば、無条件であり無制限であり自由そのものであり重要、すべてのものを受け入れる、このようなエネルギーだと思います。それを私たちが意図的に使えば自分の人生を豊かにしていくことができるだと思います。はい。この3つの聖なる力については、はい、ちょっと創造のテーマのところで、はい、もうちょっと詳しくいずれ深掘りしていきたいと思います。はい、で今日のところは、実はこういう力があるんだ、そうです、使えるんだと、はい、神様がそれを与えてくれてるっていうことを一応理解するところまでっていうことですね。はい。で、このように肉体を持った神として、この地上を生きていくために神と対話するわけですが、はい、その際の生きる指針というのも神様が語っています。はい、それがこれですね。はい、そうですね。3つっていうのは意図的、そして調和的、有益に生きるというこの3つですけど、まずですね、意図的に生きるっていうのは自分を創造主としてしっかり認識する。ちっちゃな神だけど創造主として認識する。で、人生は私たちの意図に従って展開していく。で、どのようにして自分の人生を表現するかというと、出来事を通すことによってその時に意図的っていうのはここです。私はこの出来事を通して何を経験したいんだろうか。私は一体どこに向かって行こうとしてるんだろうか。あるいは私はどんな自分でありたいんだろうか。例えば正直な自分、親切な自分、思いやりのある自分、そのように意図的に生きるってことが、さっきの3つのエネルギーを上手に有効利用できる、その一つであるってことです。あと調和的に生きるっていうのは、神は私たちの魂に先ほど言った優しい知恵というものを与えてくれている。この優しい知恵を上手に活用すれば、いろんな状況においても実は調和的に生きれるよっていう、そういうエネルギーがあるってことです。で、有益に生きるっていうのは、神様っていうのは全ての人の心に先ほど言った純粋な愛っていうのを私たちに与えてくれている。それが神様自身であり、それが私たち自身でもある。で、そのことを踏まえれば、よくよく私たち自身っていうのは愛にあふれた存在だっていうことだと思います。はい。この1の意図的に生きるっていうのは、これは神との対話で割と特徴的な、外にフォーカスするんじゃなくて、どういう自分を作りたいかっていう、外に起きてくるいろんな相対性の出来事をバネにして、自分を進化させるっていう方向で考える。そうです。まさにそういうことです。で、2と3っていうのは、これはまあ普通の宗教の言葉で言えば、愛の実践。そうですね。はい。調和的に生きるっていうのは、愛を与えるとか、あるいは自分の周りをそういう調和的にするのに貢献するとか、そういうことですし、有益にっていうのはまさに何が自分がお役に立てるかっていうような方向で考えるっていう、そういうようなことだと思うので、これはだから普通の宗教で言ってるのと同じことを言ってますよね。さあ、それで、今の生きる指針だったんですけど、それを実践する方法として、とてもシンプルなことを神様がおっしゃっているわけですね。ちょっとこちらの方を。ですね、一番神様がお勧めするのはやはり瞑想です。なぜかというと、心性というのは私たちの内側にあるから、外の出来事というのは全部幻想だから、その幻想を利用して自分の内側にある心性を表現していくってことだから、意識はやはり内側に向けなきゃいけない。で、内側に向けるってことの一番良い方法の一つが瞑想するってことです。で、そうすると魂の意識とつながりやすいってことです。で、2番目に適度の運動をする。それはやはり、体身体を無理なく鍛えることで精神も高揚してくる。そうするとやはり魂の声を聞きやすくなるってことです。で、なおかつ
この1と2、瞑想と適度の運動を組み合わせると私たちの魂の進化や成長につながるってことです。この3つが神体の神様が進める方法です。で4つ目はですね、私の勧めでもあるけど一般的にスピ系の人たちもみんな同じようなことを言ってます。楽しいことや夢中になることをする。何でもいいんです。自分の楽しいこと、読書が好きな人は好きな本を読む、コンサートが好きな人はコンサートを聴きに行く、自然が好きな人は自然の中に入る、料理の好きな人は料理をして楽しむ、お風呂に入りたい人はお風呂に入ってリラックスする。そういうふうに楽しいことの中に自分を置くと、その今という状況に自分が置けるから、実は神様のエネルギーは今という時のエネルギーでもあるから、そういう夢中になってる時っていうのは実は神様とつながりやすくなる状態を作ってるってことだと思います。はい、神との対話では、はい、自分というのは、はい、魂と精神と、はい、それから身体の意識の三みたいなエネルギー体だっていう、はい、でこれと、呼応してますよね。そうですね、はい、瞑想っていうのは要するに魂中心で存在するっていうあり方を、この地上で実現するには、瞑想やっぱり必要だっていうことですよね。そうですね。瞑想なしではちょっと、なかなか難しいっていうことになりますかね。そうですね。瞑想っていうのはとにかく意識を外じゃなくて内側だから、はい、だからもうその時点で内側の神性につながりやすくなるってことですね。はいはい、で適度の運動っていうのは、これはともすれば体をおろそかにしがちですけども、そうです、実は体自身も意識があるし、そうですね、さっきの創造エネルギーとか、はい、優しい知恵とか、純粋な愛、これ全部実は体に関係してるんですよね。そうです。潜在意識とか体に関係してるので、あともう一つ言えば、魂とか精神が思い描いたことをこの身体が体験するということ、はい、だから身体も良い状態に保っておけば敏感になるということですね。はい、その感情っていうところがとても身体に関係してきて、神との対話では感情を体験するっていうのはとても大事にしているので、それは、身体の意識を大事にするっていうことと、同じことっていうか、つながってきますね。はい、っていうことですよね。はい、わかりました。神との対話について少し理解が深まったように思います。いいかと思います。はい、今日の野川さんとの話をお聞きになって皆様はどのような感想を持たれましたでしょうか。もし心の金銭に触れる部分があれば、それはもともと皆さんが持っていた思想であり考えなので、ぜひそれを日常の生活で使っていただければと思います。はい、はい、で次回は神体的神話というテーマでお送りしたいと思っています。はい、はい、この内容に共感された方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ではご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。